一年戦争を振り返ると、アムロレイをはじめとするホワイトベースのクルーに焦点が集まってしまいます。しかし、その裏側にも戦いがあり、ドラマがありました。今回は、一年戦争の裏側について解説し、一年戦争をより深く見てみましょう。ひょっとしたら、あなたの知らない真実に出会えるかもしれないわね。一年戦争が始まったのが宇宙世紀0079、1月3日、ジオン公国軍が連邦政府に宣戦布告を行いました。同時に公国軍が連邦艦隊に奇襲を行い、別動隊がサイド1、サイド2、サイド4を攻撃しました。その時の実行部隊を指揮していたのがシーマ・ガラハウ。毒ガス兵器と知らずにコロニーに散布しました。何年経ってもずっとトラウマになっていたみたいよ。住民が全滅した故郷のコロニーを目の当たりにした連邦軍士官候補生シロー・アマダ。なんとこのコロニーが地球に降下されるという事実を知るのです。不時着した連邦軍艦隊トータチスの灘血のミラとともに内部からコロニーを破壊しようとジオン公国軍と激しい戦いが繰り広げられました。一方コロニーに到着したティアンム艦隊、新型兵器モビルスーツザクを擁した公国軍に敗退するものの、コロニーの落着ポイントをずらすことには成功しました。でも50億もの人が亡くなったのよ。成功じゃないわ。ルーム戦役では連邦軍が公国軍のサイドのコロニー落としを阻止。しかし公国軍ドズル中将により作戦が変更されました。なんと連邦艦隊に牙を向けたんです。シャアや松永、ジョニー・ライデンが大活躍したそうね。ドズル中将もきらびやかなザクで出撃したみたいよ。一度は捕らえられた連邦軍デビル司令でしたが、公国軍内部のミスにより脱出。決まりかけていた停戦協定が破棄され、徹底抗戦することになったんです。逃げられなければ、この時点で戦争が終わっていたのにね。宇宙世紀0079、2月1日、ジオン公国軍は地球攻撃軍を設立し、総司令としてガルマザビが就任しました。オデッサ、キャルフォニア基地、キリマンジャロ基地など、連邦軍の主要基地を制圧し始めました。闇夜のフェンリル隊などの特殊部隊も戦闘に参加。連邦軍の潜水艇を無傷で鹵獲するなどの活躍を行いました。フェンリル隊隊長のゲラート・シュマイザー少佐は、後にザク1でガンダム6号機を倒したそうよ。宇宙世紀0079、4月1日、レビル大将の発案により V 作戦が始動。連邦のモビルスーツ製造とパイロットの育成が本格化しました。同時にビンソン計画も発動。宇宙艦隊を再編し、対モビルスーツ戦に向けた対策が施されました。ここから戦闘はより本格化するのね。公国軍の3度の降下作戦が成功し、地球の大半の基地を制圧しましたが、補給が追いつかない状態となってしまいます。宇宙からだけでなく、地球内で資源を調達する方向へとシフトしました。そこで活躍するのが、マクベ司令の資源調達部隊ね。そうなんです。しかし、それでも補給が追いつかず、戦線は膠着状態となりました。地球内でモビルスーツを生産開発し始めた公国軍は、ジャブロを攻略、海洋の支配のため水中型モビルスーツを導入し、拠点制圧に大きな影響を与えました。その後も、モビルスーツ製造に力を入れる公国軍は、高機動型ザク2やドムの生産を開始。公国軍のエースパイロットたちが好んで使う機体となりました。宇宙世紀0079、9月18日、サイド7一番機に偵察部隊が潜入したんです。偶然ガンダムに乗り込んだアムロレイは、ザク2を撃破。ここから物語は大きな転換を見せ始めます。その5日後、地球に降り立ったホワイトベースは、地球連邦軍総司令部ジャブローを目指します。北アメリカ大陸で、ホワイトベースクルーは、バン・ダイクラ率いるガルマザビの部隊と激しいバトルを繰り広げます。しかし、シャア・アズナブルの陰謀により、ガルマは戦死。
多くの広告軍兵士たちが犠牲となってしまいました。巻き込まれた一般兵がかわいそう。宇宙世紀0079、10月6日、白尾天田軍曹は地球への移動中に戦闘に巻き込まれます。なんとボール系で宇宙用高機動試験型属2を撃破するんです。広告軍のアイナ・サハリンとも心を通わせたよね。アムロレイに陸戦用に調整したガンダムピクシーを届けるために編成された輸送部隊アルバトロス。しかし、道中でヘンリー・ブーンのノルイフリートと交戦。ボルククライ隊員により撃退するも、アムロにピクシーが届くことはありませんでした。ピクシーが届いていたら、もっと楽に戦えたのかな。地球連邦軍は、マクベが指揮する広告軍の鉱山地帯オデッサの奪還のため、戦力を集結し始めます。宇宙世紀0079、11月7日、オデッサ作戦を開始。黒い3年生が撃破され、後がないマクベは核兵器を使用するんです。しかし、それすらガンダムに撃破されてしまいました。オデッサが陥落し、撤退しようとしたマクベを助けたのが、闇夜のフェンリル隊。友軍の撤退に最後まで尽力しました。一方、オデッサ作戦の脅威となるアプサラスを待ち伏せする08小隊。白尾少尉が操る陸戦型ガンダムがアプサラスに取り付いたまま、行方がわからなくなってしまいました。オデッサ作戦の裏で、様々な戦いが行われていたのね。続いては、連邦軍総司令部をめぐるジャブロー攻略戦。オデッサの敗北を取り戻そうと、広告軍が総力を挙げて攻め込みました。シャア専用ズゴックがジムを倒す有名なシーンがありますが、倒されたジムに乗っていたのは、連邦軍のエースパイロットでした。パイロットの名前はウィラー注意。赤い彗星にも勝てるのではと噂された凄腕パイロットだったのです。孤児として生きるために軍隊に入った彼は、偶然訪れたマリサ・ミラーのコンサートで、彼女の歌が空っぽだった彼の心の支えになると気づきます。紙飛行機に思いの丈を綴り、彼は戦場へ。シャアに期待を貫かれた後に、紙飛行機はミラーに届きます。手紙に感動し、涙を流すミラーでしたが、その時にはもう、ウィラー隊員は帰らぬ人となっていました。あのジムに、そんな悲しい出来事があったなんて。ジャブローに潜入したのは、シャアたちだけではありません。ジャブローの内側から核爆発を起こすという作戦も行われていたんです。その計画の実行部隊はグリフォン隊。対するは、ジオンから連邦に亡命したチェイス・スカルガード。作戦を阻止するため、連邦軍試作機レッドライダーに乗り、激しいバトルを繰り広げました。一年戦争がクライマックスに近づくにつれ、サブストーリーも活発になっていくんです。アムロの時期になるべく開発されたニュータイプ専用ガンダム NT1 アレックス。その情報を聞きつけたジオン広告軍の特殊部隊であるサイクロプス隊が強奪しようとするも、テストパイロットのクリスに阻まれてしまいます。ソロモン攻略戦中にサイクロプス隊の生き残りであるバーニーがザク2回でアレックスに挑みます。なんと自分の命と引き換えにアレックスを大破。ガンダム NT1 がアムロに届くことはありませんでした。実は、友達だったバーニーとクリス。戦争の悲惨さを物語っているわね。連邦軍がソロモンに攻撃を仕掛けたとの報を受け、護送中の身でありながら脱走を図る新松永隊。親友のドズルを救わんとホワイトカラーのゲルググでキマイラ隊を振り切ってソロモンへと向かいます。しかし、松永の前に立ちはだかったのがジョニー・ライデン少佐。最強のエース同士がお互いの意地をかけて戦いました。勝負がつかず別れた両者。二人が再び出会うことはありませんでした。結局新松永はソロモン陥落までに間に合わず、ドツルザビは戦死しちゃったよね。アバオアクーでの最終決戦中にキシリアに処刑されたギレンザビ。その驚くべき行動と結果に指令室が麻痺してしまいました。しばらく放置されたギレンでしたが、下士官アントニオ・レツィアによって搬送されました。その後、別の場所に移送されたギレンの遺体ですが、一体どこに移送されたのかは分かっていません。一説にはザンジバルに届けられたとされますが、
真実は謎のまま。その間に、キシリアザビも、シャアに命を奪われてしまい、ザビ家の血統は、ドズルの娘、ミネバ・ザビへと受け継がれました。ジオンと地球連邦軍の戦いはまだまだ続くのね。王国軍が全面撤退をする最中、シャア・アズナブルは生きる意味すら失っていました。しかし、ララーに導かれ、再び戦場に戻るシャア。味方の退却路を確保したシャアは、アクシズへと向かいました。ここからシャアの空白の7年間が始まるのね。宇宙世紀0080、2月18日、ジオン公国と地球連邦との間で終戦条約が締結されました。しかし、一年戦争の死傷者数で見ると、地球側約55億人に比べ、ジオン公国側は約240万人。数字だけ見ると、地球連邦が勝利したとは言い切れない大きすぎる傷跡を残してしまいました。アースノイドがスペースノイドを恨むのも仕方ないかもね。一年戦争の裏側で活躍する名脇役たち。彼らにもスポットを当てると、また違った歴史が見えるかもですね。